ロードスター乗りにとって梅雨の時期は何とも微妙である。雨が降るとオープンにはできないし、車は後輪が流れるオーバーの抵抗が強い。こういう時は家で料理でも楽しむことにしよう。本来ならどこか瀬戸内海沿岸にある市場や山の中の牧場や道の駅に行きたいところだけど、大雨警報が出ているので地元のスーパーにしよう。そんな日に外出するなって。1週間も雨が続いて食料が尽きたんだよ。去年はほとんど雨が降らなかったのに、今年は本当によく降る。去年は降らなくて牡蠣が壊滅的だったけど、今年は降りすぎてダメージがあるかも。こんな大雨でも郵便局は動いているのだ。数少ない雨よけスポット。いくらカッパ着てても今日はびしょびしょだよね。雨の日に食べたいものは何だろう。うどん、そば、ラーメン、お好み焼き、豚しゃぶ。そうだね、カレーだね。連日の雨によりしてどんよりした天気を吹き飛ばすにはやっぱりスパイス。実は雨の日にカレーが食べたくなるのには理由があって、雨の日は副交感神経が優位になりたいが悪くやる気が出にくくなり、カレーの辛味成分が交感神経を刺激し脳をシャキッと目覚めさせるのだ。カレーのスパイスには漢方の原料になっているものもあって、発汗作用と血行促進によりジメジメした日でも体が芯から温まるのである。なので雨の日にはカレーを食べてみよう。到着。よし、あらかた材料は買った。行きましょう。大黒天物産のスーパーディオはとても安くて助かる。普通のスーパーだと薄切りが多いけど、塊肉も売っているのがありがたい。大きい肉は正義なり。ただカレールーだけは納得できそうなのがなかったので、ちょっと違うところへ。この狭い道を通り抜けて。エブリーに来てみた。よし、これで終わり。家に帰って料理をしましょう。本日の戦利品、スペイン産の豚すね骨付き3割引き。チヌ、広島の釣りの定番。高タンパク質低カロリーなトビウオ、出世魚のこの塩。フレンチでは高級食材の下火飴、通称ピタ。ディオだと季節の安い魚が多いのでとても助かるのだ。ここからはカレー作り開始。まずはしっかり野菜を炒めていく。このすね肉どうしようかな。このまま突っ込むか。信じてるぞユージ。A few moments later. 2時間弱煮込んでカレー粉入れてみた。触った感じ側がプルプル。これはいい感じなのでは。うちの秘伝の隠し味を紹介していこう。醤油、みりん、お好みソースにウスターソース。これとは別にローリエやコンソメキューブを入れるのもおすすめなのだ。隠し味を入れて少し煮込んでいる間にとんかつも作っていく。やっぱカツカレーがいいよね。聞いてくれこの BGM を。
いい音だろう。早速肉の様子を見ていこう。もう肉はホロホロ、ナイフなくてもほぐれるレベル。すね肉は脂肪分が少なく長時間煮込むのが最適な部位。骨付きなので骨からも出汁が出て最高のカレーが出来上がるのだ。すね肉やもも肉を硬いと思っている人はぜひ煮込み料理で使ってみてね。さらに圧力鍋があると半分以下の時間で完成するのだ。さてここに合わせるのが手作りのらっきょう。1週間前に漬けたてだけどカレーと合わせてみる。まだちょっとフレッシュな辛みを感じるけどいい感じ。すね肉にはまだ味は染み込んでいないので2日目3日目が美味しくなる予定なのだ。ということで雨の日のロードスターのりのブログでした。ドライブ向けの日じゃない時は自炊でもしてみようなのだ。今回の動画は楽しんでもらえたかな。 YouTube にはこの動画が AI の作ったゴミ動画に見えているらしく現在収益化が停止中なのだ。このゴミ動画をもっと見たいと思ったら下の概要欄から買い用品やガジェットをチェックしていってね。シーズンによって変わるので要チェックなのだ。みんなのお買い物やチャンネル登録、コメント、高評価が次の動画を作る力になるのだ。なのでこれからも応援よろしくお願いします。